2022年8月現在の最新情報に基づいて、BTS の MV で再生回数が2億回から15億回を突破している楽曲、ソロ曲やコラボ曲、フィーチャリング曲も含むをランキング形式でご紹介します。どの曲がどれだけ再生されているのでしょうか。調査の結果をどうぞご覧ください。2億回再生。32位、フィルム、アウト。2021年4月2日に公開された、フィルム、アウトの MV が32位にランクイン。ジョングクとバック、ナンバーのメンバー、清水伊織さんが中心となって制作した楽曲です。MV が公開されるや否や、歌謡年歌シリーズとつながっているのではと、世界中のアーミーたちが騒然。フェイクラブの MV とリンクしている部分もあり、ネット上で大きな話題に。そのおかげもあってか、公開から27日後の4月29日、1ヶ月も経たないうちに、再生回数が1億回を突破しました。2億回を突破したのは、2022年7月14日です。フィルム、アウトは、日本語の歌詞にもかかわらず、YouTube のコメント欄には、様々な言語のコメントが残されていて、世界中のアーミーから愛されていることがわかります。日本オリジナル楽曲が歌謡年歌のストーリーとつながるなんて、日本のアーミーとしては嬉しい限りですね。2022年8月20日現在2億199万1997回視聴。31位、サベージラブラックスド、サイレンビート、BTS、リミックス、リリック、ビデオ。フィルム、アウトの再生回数を70万回ほど上回っている、サベージラブラックスド、サイレンビート、BTS、リミックスの MV が31位です。ジョーシュ685とジェイソン・デルーロによる大ヒットソング、サベージラブ、ラックスド、サイレンビートに BTS が参加。2020年10月2日に公開された MV は、歌詞の表示が主体となったリリックビデオです。メンバーたちの姿が見られないのは少し寂しいですが、ポップな色合いがおしゃれでとても可愛い映像ですよ。2022年8月20日現在2億275万6824回視聴。30位、マイ・ユニバース。30位は2021年9月30日に公開されたコールドプレイと BTS のコラボ曲マイ・ユニバースです。MV の舞台は音楽が禁じられた数百年前の宇宙。それぞれ違う惑星にいるコールドプレイと BTS、そしてエイリアンのバンドスーパーノヴァ7らがホログラム技術を使い、一緒に音楽を奏でて禁止令に逆らうというストーリーが描かれています。人種の壁を越えてみんなで音楽を楽しむ様子が伝わってきますね。ネット上ではコロナ禍にぴったりの曲、音楽でコロナに戦いを挑む選手たちなどの声が上がっていました。2022年8月20日現在2億2613万4311回視聴。29位、ステイ、ゴールド。2020年6月26日に公開された日本オリジナル楽曲ステイ・ゴールドの MV が2021年9月17日に再生回数2億回を突破しました。日本で4枚目となるアルバムマップオブザソウル7 The Journey のリード曲です。メンバー曰く叙情的な歌詞で誰でも歌いやすい明るい曲とのこと。確かにステイ・ゴールドのメロディが流れると口ずさみたくなります。この MV はサビの部分で映し出される7人のキラキラとした笑顔が印象的です。見ているだけで幸せな気分になりますね。2022年8月20日現在2億3137万8052回視聴。28位、I Need You。2015年4月30日、ワンダー K の YouTube チャンネルで公開された I Need You の MV が28位に。I Need You は歌謡年歌シリーズの1作目である歌謡年歌パート1のタイトル曲です。これまでのものとは
雰囲気が異なるストーリー性のある MV が話題になりました。それに加え、音楽番組では、デビュー以来初となる1位を獲得。BTS の人気が急上昇するきっかけとなり、2017年11月20日に1億回再生、2019年12月23日には2億回再生を突破しました。デビュー当初、HYBE のアカウントとワンダー K のアカウントの両方で MV が公開されていた BTS。HYBE のアカウントで公開されている I Need You の MV は、現時点で1200万回以上再生されています。2022年8月20日現在2億3182万6261回視聴。27位、ダイナマイトガリオグラフィーバージョン。27位にランクインしたのは、2020年9月26日に公開された、ダイナマイトガリオグラフィーバージョンの MV です。テテの誕生日である2021年12月30日に再生回数2億回を超えました。ガリオグラフィーバージョンとは振付バージョンのことです。オリジナル版の MV がかっこいいのはもちろんのこと、最初から最後まで踊っている7人の姿もやっぱりかっこいいですね。2022年8月20日現在2億3354万5156回視聴。26位、エアープレーンパート2ジャパニーズバージョン。2018年11月7日にリリースされた日本ナインスシングルフェイクラブエアープレーンパート2の収録曲エアープレーンパート2ジャパニーズバージョンの MV が26位です。言わずと知れた大ヒットソングの日本語バージョン。韓国語バージョンは同年5月18日リリースの Love Yourself 10 Tear に収録されています。もともと MV がなかったエアープレーンパート2でしたが、日本でシングルが発売されることによって、日本語バージョンの MV のみ新たに制作されました。マイクスタンドを使ったパフォーマンスや、動画の終盤、雨の中でダンスを踊るメンバーたちのあまりのかっこよさに、うっとりと見入ってしまいます。2022年8月20日現在2億5437万7027回視聴。25位、No More Dream。2013年6月12日にリリースされた BTS のデビューシングル Too Cool for School のタイトル曲及びデビュー曲の No More Dream の MV は2021年5月22日に再生回数2億回を突破しました。リリースから9年経った今も人気の高い楽曲です。この頃の彼らのパフォーマンスが見たくて、ついつい MV をリピートしてしまいます。メンバーたちのギラギラした表情や衣装から当時の BTS のコンセプトを感じますね。2022年8月20日現在2億5914万4571回視聴。3億回再生。24位、ウォー・オブ・ホルモン。2014年10月22日に、ワンダー K のアカウントで公開されたウォー・オブ・ホルモンの MV が24位にランクインしました。この楽曲は、同年8月20日にリリースされた BTS のファーストフルアルバム、ダーク&ワイルドの収録曲です。MV には、異性を意識した思春期の男の子らしいリアクションを取るメンバーたちの姿が映し出されています。可愛すぎてニヤニヤが止まらなくなりますよ。2022年8月20日現在3億673万2084回視聴。23位、ザット、プロット&フィート、シュガーオブ BTS。23位は、ザット、プロット&フィート、シュガーオブ BTS の MV です。サイのナインスフルアルバム、サダナインのタイトル曲、ザットに、シュガがプロデュースとフィーチャリングで参加しました。2022年4月29日に公開された MV は、約3ヶ月後の8月10日に YouTube の再生回数3億回を突破。ザットの MV は癖になるので、繰り返し見ている人が多いようです。
リズミカルな音楽に合わせてダンスする映像を見ていると、思わず一緒に踊りたくなります。ヒョウ柄のシャツを着こなすシュガのかっこよさにメロメロです。2022年8月20日現在、3億1204万4473回視聴。22位、オン。2020年2月21日に発売された BTS のフォーススタジオアルバム Map of the Soul 7のタイトル曲 ON の MV は2022年3月18日に再生回数3億回を超えました。この MV はまるで映画を見ているような気分になります。アメリカの SF 映画メイズランナーの原作者ジェームズ・ダシナーは ON の MV についてこのようなコメントを SNS に投稿していました。BTS の新しい MV に登場したメイズランナーの姿がとてもかっこいいです。ジョングク・トーマスのように素晴らしい。メイズランナーは記憶を失い、謎の巨大迷路に放り込まれた主人公たちが脱出に挑む SF 映画です。高い壁に囲まれた巨大な迷路は映画の主要なセットであり、ON の MV にもそれらをイメージさせる大きな壁が。そして、トーマスは映画の主人公の名前です。手を縛られた状態で全力疾走するジョングクの演技を見てか、ジェームズ・ダシナーは、ジョングクを称賛するコメントを残していました。これらのことから、ON の MV は、メイズランナーをオマージュしている可能性があると思われます。2022年8月20日現在、3億1266万7159回視聴。21位、FIRE。2016年5月2日にリリースされた BTS のスペシャルアルバム、歌謡年歌、ヤング、フォーエバーのタイトル曲、FIRE が21位です。FIRE の韓国語でのタイトルは、プルタオルね、燃えてんな、燃え上がるね。この言葉は、気合を入れたり気持ちを奮い立たせたりするときに言うフレーズで、シュガの出身地であるテグでは頻繁に使われているのだそう。FIRE はシュガがプルタオルネと言った瞬間から一気に盛り上がります。言いながらニヤッと笑うところがかっこよくてたまりません。また、伝説の333と言われている3分33秒から始まるキレのあるダンスシーンは迫力満点です。現在、HYBE のアカウントで公開されている MV は3億回超え、ワンダー K のアカウントで公開されている MV は7億回を突破しています。合わせたら10億回を超すので、今となっては2つに分かれていることが少し残念に思いますね。2022年8月20日現在、3億3622万4081回視聴。20位、チキンヌードルスープ、フィート、ベッキー、G。J-HOPE が、ベッキー、G をゲストに迎えてリリースしたチキンヌードルスープ、フィート、ベッキー G の MV が20位です。公開から約2年後、2021年9月30日に YouTube の再生回数3億回を突破しました。様々な国から集められた50名ほどのダンサーたちと、キレキレのダンスを披露する J-HOPE がかっこよすぎて目が離せません。何度見ても飽きることのない MV です。2022年8月20日現在、3億6103万5358回視聴。19位、デジッタ。2020年5月22日にアガスト D 名義でリリースしたセカンドミックステープ D2 のタイトル曲デジッタの MV が19位にランクインしました。YouTube の再生回数3億回を突破したのは2021年10月7日のことです。韓国最大規模のオープンセット場4インテジャングムパークにある宮殿や街中を舞台に刺激的で激しいラップを放つシュガの姿はただただかっこいいの一言につきます。デジッタの MV といえばジンとジョングクがカメオ出演したことも話題になりました。2022年8月20日現在、3億8542万8358回視聴。4億回再生。18位、ボーインラブ。
2014年2月12日にリリースされた BTS のセカンドミニアルバムスクールラブアフェアは学校を舞台に繰り広げられる恋がテーマになっています。タイトル曲 Fall in Love の MV は力強いダンスパフォーマンスのほか10代の男の子の幼さを感じさせる恋愛模様が描かれていて見応えたっぷりです。メンバーたちの初々しい制服姿にもご注目ください。MV の再生回数は BTS の爆発的な人気に比例してどんどん伸びていき、2022年3月10日に4億回を突破しました。2022年8月20日現在4億1269万377回視聴。17位、ブラック、スワン。マップオブザソウル7の収録曲、ブラック、スワン。2020年3月5日に YouTube で公開された MV は、2022年6月20日に再生回数が4億回を超えました。7人全員が主役なのは大前提として、その中でひときわ輝きを放っているのはジミンではないでしょうか。美しいしなやかなダンスに目が釘付けになりますね。ブラック、スワンはアイドルの MV の枠を超えた舞台芸術だと思います。2022年8月20日現在4億1323万2963回視聴。16位、Life Goes On。Life Goes On は2020年11月20日にリリースされた BTS のアルバム BE のリード曲です。この曲の人気は凄まじく、約1年後の2021年11月3日には4億回再生を超えました。新型コロナウイルスにより、何でもない日常を失った世界中の人たちの心を癒すような、ホッとする MV です。不安はまだまだ消えない世の中ですが、Life Goes On の MV を見ていると、前向きな気持ちになれます。2022年8月20日現在4億7267万5773回視聴。15位、スプリング、デイ。15位は、アーミーからの人気が高い、スプリング、デイの MV です。2021年4月5日に、YouTube の再生回数が4億回を突破しました。この曲は、2017年2月13日にリリースされたアルバム You Never Walk Alone に収録されています。BTS のセカンドフルアルバム Wings で語りきれなかったストーリーを完成させたのが Wings 外伝である You Never Walk Alone です。スプリング・デイはセウォル号沈没事故で命を落としてしまった人たちへの気持ちを表している楽曲と言われており、MV には遺品として発見された衣類を彷彿とさせる洋服の山や死者を悼む黄色いリボンなど事故の犠牲者を弔うようなシーンが数多く存在します。ただしメンバーたちはこの件について言及していないので真相は明らかにされていません。けれど感動的な MV ということに変わりはないですよね。視聴するたびに映像の美しさとメンバーの歌声が心に染みます。2022年8月20日現在4億8924万3908回視聴。5億回再生。14位、オン、キネティック、マニフェスト、フィルム、カム、プリマ。2020年2月21日に公開されたオンのキネティックマニフェストフィルムの MV が2022年7月31日に YouTube の再生回数5億回を突破しました。オンのオフィシャル MV も3億回再生を超えていますし、この楽曲の人気の高さが伺えますね。キネティックマニフェストフィルムの MV ではダンサーらと共にメンバーたちが難易度の高い激しいダンスを披露しています。どのシーンを見ても最初から最後まで痺れるくらいかっこいいです。2022年8月20日現在5億462万4683回視聴。13位、パーミッション2ダンス。2021年7月9日に公開されたエド・シーランと BTS のコラボ曲
パーミッション2ダンスの MV が13位に。2022年6月13日、BTS のデビュー9周年の日に、YouTube の再生回数が5億回を超えました。MV が公開されてすぐ、楽しい、踊る、平和を意味する国際手話を用いた振り付けが話題になりましたね。耳の不自由な人にも思いが伝わる MV に、世界中の人々から感動の声が上がりました。コロナが収束した世界で、老若男女が自由にダンスする様子が描かれているパーミッション2ダンスの MV。楽しそうに踊るメンバーたちの笑顔から幸せな雰囲気があふれています。2022年8月20日現在5億2338万929回視聴。12位 Not Today。Not Today は You Never Walk Alone の収録曲です。2021年9月1日に MV の再生回数が5億回を突破しました。パワフルで切れ味抜群のダンスがめちゃくちゃかっこいいです。この楽曲は負ける時が来るとしても、それは今日じゃない、俺たちは戦うんだ。という強いメッセージが込められており、苦しい日々に対する希望を感じさせます。2022年8月20日現在5億4844万5282回視聴。6億回再生。11位、Save Me。メンバーたちが自民の振り付けを真似することでも有名な Save Me が11位にランクイン。この楽曲は歌謡年歌ヤングフォーエバーに収録されています。Save Me は2016年5月15日に YouTube で公開され、2021年7月15日に再生回数6億回を超えました。この MV はワンテイク技法で撮影されており、パフォーマンスに集中するメンバーたちの気迫が映像を通して伝わってきます。2022年8月20日現在6億7617万1895回視聴。7億回再生。10位、ドープ。歌謡年歌パート1、歌謡年歌ヤングフォーエバーなどのアルバムに収録されているドープは2015年6月24日に MV が公開されました。その後、2022年2月9日に YouTube の再生回数7億回を突破。ドープの MV はメンバーたちの一糸乱れぬシンクロダンス、警察官やレーシングドライバー、医者など様々な職業の人になりきった7人の衣装が特徴的です。全員かっこよすぎて、気づけば繰り返し視聴しているということがしばしば起こります。2022年8月20日現在7億2591万1315回視聴。9位、ファイヤー。先ほども少しお伝えしましたが、ワンダー K の YouTube チャンネルで公開された Fire の MV は2021年7月2日に再生回数7億回を突破しました。人気があるのも納得のかっこよさですね。2022年8月20日現在7億3581万1473回視聴。8位、バター。2021年5月21日に公開された2作目の英語曲バターの MV は2022年2月23日に再生回数7億回を超えました。現時点で 7.9 億回以上再生されているので8億回を達成する日もそう遠くないかもしれません。体が自然と動き出すダンサブルなビートや爽やかなダンス、スーツを着こなす7人の大人の色気、カラフルで可愛らしいジャージ姿など、メンバーたちのすべてに心を奪われます。2022年8月20日現在、7億9751万5162回視聴。8億回再生。7位、ブラッド、スイート&ティアーズ。7位にランクインしたのは、2016年10月10日リリースのセカンドフルアルバムウィンズのタイトル曲ブラッド、スイート&ティアーズです。
ちょうど5年後の2021年10月10日、YouTube の再生回数が8億回を突破しました。メンバーたちの華麗なパフォーマンス、絵画や彫刻など数々の芸術作品、ギリシア神話をオマージュした壮大なストーリーは、MV を視聴する人を独自の世界観へと導いて夢中にさせます。ネット上には考察班アーミーの考えがたくさん上がっているので、それらをチェックして MV を見るのも楽しいですよ。2022年8月20日現在8億9189万1627回視聴。11億回再生。6位、フェイクラブ。2018年5月18日に公開されたフェイクラブの MV が6位にランクイン。この曲は BTS の3枚目のフルアルバム Love Yourself 10 Tear のタイトル曲です。再生回数11億回を記録したのは2022年4月23日のこと。フェイクラブの MV は歌謡年歌のストーリーとのつながりを連想させる映像とダイナミックなダンスパフォーマンスで構成されています。サビの部分の振り付けに見ざる、聞かざる、言わざるのポーズが取り入れられていることが有名ですね。真実から目を背け、偽りの愛の形に苦悩する様子を表現しているように思います。2022年8月20日現在11億4045万5649回視聴。5位、アイドル。5位は2018年8月24日にリリースされたリパッケージアルバム Love Yourself ケツアンサーのタイトル曲アイドルの MV です。2022年4月3日に YouTube の再生回数が11億回を超えました。この楽曲はグループに対する他者からの評価や偏見を歌詞に何度も出てくる You, Can't, Stop, Me, Loving, Myself お前には俺が俺自身を愛すことを止めることはできないという言葉で跳ね返します。メンバーたちのエネルギーの強さを感じますね。極彩色で彩られた映像の中には、韓国を象徴する伝統衣装や虎などが登場し、MV の世界観をより一層盛り上げています。2022年8月20日現在11億5417万8399回視聴。12億回再生。4位、マイクドロップ、スティーブ・アオキ、リミックス。2017年11月24日に公開されたマイクドロップ、スティーブ・アオキ、リミックスの MV が4位です。2022年6月1日に12億回再生を突破しました。世界的に有名な DJ、音楽プロデューサーのスティーブ・アオキが Love Yourself Show Her の収録曲マイクドロップを新たに編集。リミックスバージョンはLove Yourself ケツアンサーに収録されています。マイクドロップとは文字通りマイクを落とすという意味で、スピーチやパフォーマンスの最後に意図的にマイクを落とし、最高の出来だったからこれ以上何も話すことはないと勝利をアピールするためのアクションです。MV の最後には実際にシュガがマイクを落とすシーンが収められています。小さな事務所のアイドルからスターダムにのし上がった BTS。アンチへ向けて書かれた自信に満ち溢れた歌詞と、たけだけしいパフォーマンスがぴったり合っていて、最高にかっこいい MV です。2022年8月20日現在12億3700万47回視聴。14億回再生。3位、DNA。2017年9月18日にリリースされた BTS の5枚目のミニアルバム Love Yourself Show Her のタイトル曲 DNA。2022年1月20日に YouTube の再生回数14億回を突破しました。日本では2017年末に出演したミュージックステーションでの DNA のパフォーマンスが話題になり、MV を検索、視聴する人が続出。この曲をきっかけに、多くの人が BTS の沼にはまりました。ジョングクが
口笛でメロディを奏でるシーンから始まる MV は、見る人の心を一瞬で引きつけます。特徴的なサウンドが耳から離れません。手をつないで DNA の構造を表現した振り付けなど、7人の息の合ったダンスパフォーマンスは必見です。2022年8月20日現在14億7465万3565回視聴。15億回再生。2位、ダイナマイト。K-POP を知らなかった人たちをも虜にした楽曲、ダイナマイトが2位に。2020年8月21日にリリースされ、同日に公開された MV は、24時間で1億110万回再生を記録。その後も再生回数は伸び続け、2022年6月17日に15億回を超えました。新型コロナウイルスがなければ、ダイナマイトは存在していなかったと語ったのは RM です。ジンによると、世界的ヒットを目指していたわけではなく、癒しや慰めのメッセージをファンに届けたかったのだそう。ディスコポップ調のキャッチーなメロディ、MV の明るい世界観、真似したくなるようなダンスなどから軽快さを感じます。ダイナマイトの MV は何回見ても胸が弾みますね。2022年8月20日現在15億4464万1939回視聴。1位、Boy With Love フィートホールジー。栄えある1位は2019年4月12日にリリースされたマップオブザソウルペルソナのタイトル曲 Boy With Love フィートホールジーの MV です。アメリカの歌手ホールジーをゲストに迎えて制作されたこの楽曲は2022年4月21日に YouTube の再生回数15億回を突破しました。もともとタイトルはこのような候補が3つあったそう。小さな者たちのための詩、君という世界、Boy With Love。最終的に小さな者たちのための詩をメインにし、副題として Boy With Love をつけ、この2つが合わさることで初めて意味を持つタイトルにしたそうです。MV ではメンバーたちがソファーに飛び乗るシーンやシュガが鍵盤の上でラップするシーン、雨傘を持った RM がステージでラップを披露するシーンなどがミュージカル映画雨に歌えばをオマージュしていると話題に。全体的にとても華やかな MV なので見るたびに心がウキウキして明るい気分になります。2022年8月20日現在15億6829万4428回視聴。まとめ。今回は2億回から15億回再生された BTS の MV をランキング形式でご紹介しました。人気があるのもうなずける名曲ばかりでしたね。情報収集を行ったことで改めて BTS の楽曲の素晴らしさ、MV の演出の緻密さを感じました。今後公開される MV も楽しみで仕方ありません。